皆さん、日本料理って世界で愛されている料理の一つですよね。ところが、実は韓国人から見た日本料理の印象は、日本人が想像するものとちょっと違うんですよ。そんな風に思ってたのと驚かれることも多い。じゃあ、どこでそのギャップが生まれるのか5つあります。寿司、ラーメン、納豆、おでん、とんかつです。僕は韓国から来て9年、日本全国で寿司からとんかつまで1000食以上も食べ歩いてきた韓国人留学生です。この動画を見れば、日本人が普段当たり前に思っている食文化が韓国人からしたらどう違うのかがわかります。まず一つ目はですね、寿司は高級料理ということです。韓国で寿司といえば、まず思い浮かぶのは高級料理です。ソウルの中心部にあるおまかせ寿司のお店だと、一人前で2万円とかしますね。つまり、庶民の人がそんな簡単に手を出せるような食べ物ではありません。もちろん、韓国にも回転寿司はありますし、値段も2万円まではしないんですが、1皿で200円から300円ぐらいしていて、そこに出されるネタ、鮮度としては、本当に日本でこれ200円出したらもう怒られるぐらいのレベルなんですね。もちろんその輸入の事情とかサプライチェーンの事情とかいろいろあると思いますが、体感としては日本の回転寿司の3倍ぐらいの値段をしています。なので、そんな気軽に通える場所ではないんですね。回転寿司の数も日本の5分の1、10分の1ぐらいしかないのかなぐらいのイメージです。だからこそ日本に来て最初にスシローに入った時、衝撃で声が出せませんでした。当時、マグロやサーモンが1皿で100円ぐらいしてて、先の公園より安いじゃんと心の中で叫びました。授業帰りに寿司行くと気軽に言える光景は韓国人の僕からすると夢のようでした。韓国で寿司が特別な日にちょっと気を使っていくような場所だったら、日本では日常に溶け込んだ幸せの一皿、このギャップに僕は日本に来て何度も驚いています。二つ目はですね、韓国人はラーメンが一種類しかないというふうに思っているってところです。韓国でラーメンと聞くと多くの人がまず思い浮かべるのはインスタントラーメンかせいぜい醤油ラーメンの一種類の味です。実際韓国人が日本に旅行すると、年に1回から2回ぐらい来て、一つの地域だけ見るじゃないですか。だから地域ごとにラーメン文化がここまで違うんだって体感しづらいんですね。そんな僕が福岡に留学した時に出会ったのが博多ラーメンでした。お酢麺に豚骨スープ。これが日本のラーメンかと思っていました。ところが東京に来て衝撃が走ったんですよ。東京、葛飾区、金町駅で食べた家系ラーメンの濃厚な豚骨醤油、スープと太麺。あまりのパンチ力にスープを一口飲んだ瞬間で、これ本当に博多ラーメンと同じラーメンですかと目が目覚めたんですよ。まるで日本全国がラーメンの万華鏡と思いました。韓国では想像できなかった一種類では収まりきらない多様性。そして不思議なのは東京で家系に夢中になりながらも博多に戻れば豚骨が恋しくなるというこのラーメン二重生活。日本のラーメンは地域と人の心を結びつける魔法の食べ物なんだと実感しました。3つ目はですね、納豆は未知のちょっと怖い食べ物というところです。韓国人にとって本当に申し訳ないんですけれども、ちょっと日本の納豆は、禁断の扉みたいな感覚ですね。もちろん健康に良いし、長寿の秘訣だと分かっていても、多くの人が最初の一口を躊躇するんですね。なぜかというと、韓国の食文化にはねちょねちょした発酵商品がほとんど存在しないからだと僕は思っています。キムチはシャキシャキしていて、デンジャンはとろっと濃厚だけど、糸は引かないんですよね。だからこのナットの糸を引くような感覚は、初体験の韓国人にとっては衝撃そのものなんです。僕も同じでした。友人におすすめされて、一粒口に入れてみたんですけれども、口の中でネチョネチョ感が広がって、脳がうんと驚きの反応を起こしたんですよ。でも、同時に思い出したのは、韓国の住んで、日本の方が食べづらいとよく言われるんですけれども、韓国人は熱狂して食べてるんですよね。面白いなというふうに思いながらいました。納豆皆さん大好きで、僕も1回で諦めるのはもったいないなと思いながら、1年2年経った時点で、じゃあ1回食べてみようかと思っ
って食べてはみたんですが、いや、まだ日本9年目としては、厳しかったっていうのがあります。健康のためにまた挑戦しようと思ってるので、日本生活、10年、15年、20年ぐらいには慣れているかもしれないですね。で4番目はですね、おでんは一つだけということです。ラーメンと似てますね。韓国でおでんといえば、基本的に魚のすり身を練って平たくした一種類しかありません。街の屋台や学校前のスタンドで串に刺さったおでんを熱々のスープと一緒に食べるというのが定番です。値段も1本100円前後で学生のおやつが冬の暖かくなる。だから僕も高校時代は友人たちと冬の寒い空気の中でおでんを片手に語り合っていました。ところが日本に来てコンビニのおでんを初めて見た時目を疑ったんですね。セブンイレブンのおでんコーナーを見ると大根とかこんにゃくとか5種類ぐらいあって種類が多すぎて宝箱かなというふうに思ったんですね。しかもレジ前にずらっと並んでいて自分がそのおでんを選ぶスタイルにびっくりしました。留学生の友達と同士にこれ全部おでんなのと驚いたぐらいです。これいいですよね。寒い冬の夜でセブンで買った1000円分のおでんを持ち帰りして、そして持ち帰るとそこから熱が伝わってきて、それを宅飲みの場所に持っていて、留学生の皆とお酒を飲みながら送る夜、それが留学生活の孤独を少しだけ癒してくれた僕の思いがあります。僕にとって日本のおでんというのは、ただの食べ物ではなく、心を温める文化だったのかもしれませんですね。5つ目はですね、日本のとんかつは神というところですね。韓国でもとんかつは大人気ですが、その姿はすでに韓国風に変形しています。肉が薄くなっていて、それを大きく叩いて、皿からはみ出すほど広げたとんかつ的な感じです。厚みというよりかは、その広めを取った感じですね。これは庶民の味でして、僕も高校時代は毎週のように食べていました。ただ、その分、肉の厚みとか、皮のザクザク感というのは、日本のものとは別物です。僕が初めて日本に来て上野でとんかつを食べた時の衝撃は今でも忘れられていません。まずフォークを入れた瞬間にサクッと気持ちよい音がして、肉は分厚いのに柔らかくて油の旨味がじゅわっと広がって、もう口の中が頭の中が一瞬で幸せな劇場に変わっていきました。これが本当の本物のとんかつかと感動で一口ごとに心が震えたんですね。韓国で安くて大きいに重点を置いて進化したとんかつが、日本では美味しさの芸術にまで磨かれている。その対比が日本という国の細部までこだわる文化を象徴しているように思いました。日本、残念ながらその上野のお店、とんかつ武蔵野というお店だったんですけれども、そこは閉店してはいますが、僕の心の中では今でも神のとんかつとして武蔵野は僕の心に残っています。僕、韓国人として日本に来てたくさんの料理に出会いました。もう寿司、ラーメン、おでん、とんかつ、どれも同じ料理という枠の中にはあるはずなのに、国や文化が違うだけで、まるで別の顔を見せる。韓国で食べていたとんかつと日本で食べていたとんかつ違ったんですね。料理を通じて、文化も違えば同じものも全く別物になるということに僕は気がつきました。僕にとって上野で食べたとんかつ武蔵野の衝撃は、美味しさだけじゃなくて、日本という国をもっと深く知りたいと思わせてくれました。その思いが積み重なり、旅行を重ね、次には留学という大きな決断につながっていたのかもしれません。そして今、その留学から日本を学び、生活し、こうやって動画を通して皆さんにその感動を共有できているということは、本当に幸せなことだと思います。ぜひ皆さんも韓国に訪れてみてください。きっと日本で当たり前に思っていた韓国料理が実際はどうなのか、そして韓国の文化の中で韓国料理はどうやって発展しているのか、その新しい姿を皆さんに見せて、皆さんも韓国できっと同じように驚きと感動をくれるんじゃないかなというふうに僕は思いました。本日の話は以上です。もしよろしければチャンネル登録をお願いします。以上、パクンでした。アニョーン。